アブドゥッラー、ビン、アッパスの伝承。アブ、スフヤーン、ビン、ハルブは、ヘラクレイオスがクライシュ族のキャラバンに同行していた時に、彼のもとに使者を送ったと私に伝えた。彼らはシャム、シリア、パレスチナ、レバノン、ヨルダンで商売をしていた商人で、当時アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはアブ、スフヤーンとクライシュ族の異教徒と休戦していた。そこでアブ、スフヤーンとその仲間はイリア、エルサレムのヘラクレイオスのもとへ向かった。ヘラクレイオスは彼らを宮廷に呼び、ローマの高官たちを全員取り囲んだ。彼は通訳を呼び、通訳はヘラクレイオスの質問を通訳して彼らに言った。あなたたちの中で、預言者を名乗る男と親しい関係にあるのは誰か。アブ、スフヤーンは答えた。私は、その集団の中で、彼と最も近い親戚です。ヘラクレイオスは言った。彼、アブー、スフヤーンを私の近くに連れてきて、彼の仲間を彼の後ろに立たせなさい。アブー、スフヤーンは付け加えた。ヘラクレイオスは通訳に、あの男、預言者について私にいくつか質問したいので、私が嘘をついたら彼ら、私の仲間は私に反論するだろうと私の仲間に伝えるように言いました。アブー、スフヤーンは付け加えた。アッラーにかけて、仲間が私を嘘つきと呼ぶことを恐れていなかったら、私は預言者について真実を語らなかったでしょう。彼が彼について私に尋ねた最初の質問は、次の通りでした。あなたたちの中で彼の家系は、どんなものですか？私は答えた。彼は我々の中では良い、高貴な家系に属しています。ヘラクレイオスはさらに尋ねた。あなたたちの中で、彼より前に同じ、つまり預言者である、と主張した人はいますか？私は答えた。いいえ。彼は言った。彼の先祖の中に王様はいましたか？私は、いいえと答えた。ヘラクレイオスは、彼に従うのは貴族か貧民か、と尋ねた。私は、彼に従うのは貧民だと答えた。彼は、彼の信者は、日ごとに増えたり減ったりしているのですか？と尋ねた。私は、増えていますと答えた。彼は次に、彼の宗教を受け入れた人の中で、後に不快感を覚えて宗教を放棄する人はいますか？と尋ねた。私は、いいえと答えた。ヘラクレイオスは、彼が死去する前に嘘をついたと非難したことはありますか？と尋ねた。ヘラクレイオスは、彼は約束を破るのか？と尋ねた。私は、いいえと答えた。ヘラクレイオスは、彼は約束を破るのか？と尋ねた。私は、いいえ。我々は彼と休戦しているが、彼が何をするかはわからないと答えた。それ以外に彼に反論する機会はなかった。ヘラクレイオスは、彼と戦争をしたことがあるか？と尋ねた。私は、はいと答えた。すると彼は、戦いの結果はどうだったか？と尋ねた。私は、時には彼が勝ち、時には我々が勝ったと答えた。ヘラクレイオスは、彼はあなたに何をするよう命じているのか？と尋ねた。私は、彼は我々にアッターとアッターのみを崇拝し、アッターと共に何かを崇拝してはならないと告げ、我々の祖先が言ったことはすべて放棄するよう告げている。彼は我々に祈り、真実を語り、締結であり、親族と良好な関係を保つよう命じている、と答えた。ヘラクレイオスは、通訳に次のことを伝えるように頼みました。私はあなたに彼の家族について尋ねました。あなたの答えは、彼は非常に高貴な家系に属していたというものでした。実際、人たちは全員、それぞれの民族の中で高貴な家系の出身です。私はあなたに、あなたたちの中で他にそのようなことを主張する人がいるかどうか尋ねましたが、あなたの答えは否定的でした。もし答えが肯定的であったなら、私はこの男が前の男の発言に従っていると思ったでしょう。それから私はあなたに、彼の先祖に王がいたかどうか尋ねました。あなたの返事は否定的でした。もし肯定的であったなら、この男は祖先の王国を取り戻そうとしているのだと私は思ったでしょう。私はさらに、彼が言ったことを言う前に嘘をついたと非難されたことがあるかと尋ねましたが、あなたの返事は否定的でした。それで私は、他人について嘘をつかない人がどうしてアッラーについて嘘をつくことができるのか不思議に思いました。それから私はあなたに、金持ちが彼に従ったのか貧しい人が彼に従ったのかと尋ねました。あなたは、貧しい人が彼に従ったと答えました。実際、使徒のすべてはまさにこの階級の人々に従ってきました。それから私はあなたに、彼の追随者は増えているのか減っているのかと尋ねました。あなたは、彼らは増えている。そして実際これが真の信仰の道であり、あらゆる点で完全になるまで続く、と答えました。さらに私は、自分の宗教を受け入れた後に不満を抱き、自分の宗教を捨てた人がいるかどうか尋ねました。あなたの返事は否定的でした。実際、喜びが心に入り込み、完全に混ざり合うとき、これが真の信仰の印なのです。私はあなたに、
彼が裏切ったことがあるかと尋ねました。あなたは否定的に答えました。人たちも決して裏切りません。それから私は、彼があなたに何を命じたかと尋ねました。あなたは、彼はアッターのみを崇拝し、アッターと共に他のものを崇拝してはならないと命じ、偶像崇拝を禁じ、祈り、真実を語り、締結であるように命じたと答えました。あなたが言ったことが真実であれば、彼はすぐに私の足元のこの場所を占めるでしょう。私は彼が現れることを聖書から知っていましたが、彼があなたから来るとは知りませんでした。もし私が彼に確実に会えるなら、私はすぐに彼に会いに行き、彼と一緒にいれば、間違いなく彼の足を洗うでしょう。ヘラクレイオスはその後、アッターの使徒が宛てた手紙を求めました。それはディヒアによってブスラの知事に届けられ、知事はそれをヘラクレイオスに渡すように伝えました。手紙の内容は、次の通りでした。慈悲深く慈愛深きアッターの御命において、この手紙は、アッターのしもべであり使徒であるムハンマドからビザンチン帝国の統治者ヘラクレイオスに宛てたものです。正しい道を歩む者に平安あれ。さらに私は、あなたをイスラームに招きます。もしあなたがムスリムになればあなたは安全であり、アッターはあなたに報奨を倍増させます。もしあなたがこのイスラームの招きを拒否すれば、あなたはアリシーン、工作者、農民、つまりあなたの民の罪を犯すことになります。そして、アッターの生命コロン章括弧終わり。経典の人々よ。あなたたちと私たちに共通の言葉があります。私たちはアッター以外のものを崇拝せず、崇拝においてアッターに何も同列にせず、私たちの誰もアッター以外のものを主としません。そしてもし彼らが背を向けたら、こう言いなさい。私たちがムスリム、アッターに服従したものであることを証言してください。3コロン64、アブ、スフヤーンはこう付け加えた。ヘラクレイオスが演説を終えて手紙を読み終えると、宮廷では大騒ぎになりました。それで私たちは宮廷から追い出されました。私は仲間に、イブン、アビ、カブシャ、預言者、彼に平安と祝福あれムハンマドの問題があまりにも顕著になり、ビザンチン帝国の王でさえ彼を恐れていると話しました。それから私は、彼、預言者が近い将来に征服者になるだろうと確信し始めました。私がイスラム教を受け入れるまでは、つまり、アッターが私をイスラム教に導いてくれたまでは、サブナレーターはこう付け加えます。イブン、アン、ナトゥールはイリヤ、エルサレムの知事であり、ヘラクレイオスはシャムのキリスト教徒の長でした。イブン、アン、ナトゥールは、ヘラクレイオスがイリヤ、エルサレムを訪れていた時、朝起きた時に悲しい気分だったと語っています。彼の司祭の何人かが、なぜそんな気分なのかと尋ねました。ヘラクレイオスは、預言者であり占星術師でした。彼は答えた。夜、星を見ていると、割礼を行う者のリーダーが現れた。征服者となったのが見えました。割礼を行う者とは誰ですか？人々は答えた。ユダヤ人以外に割礼を行う者はいないので、彼ら、ユダヤ人を恐れる必要はありません。国にいるユダヤ人を全員殺せという命令を発令せよ。彼らが議論している間、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれの知らせをヘラクレイオスに伝えるためにガッサーン王から使わされた使者がやってきた。知らせを聞いた彼、ヘラクレイオスは人々にガッサーンの使者が割礼を受けているかどうかを見に行くように命じた。人々は彼を見た後、彼が割礼を受けているとヘラクレイオスに伝えた。ヘラクレイオスは、彼にアラブ人について尋ねた。使者は答えた。アラブ人も割礼を行っています。それを聞いて、ヘラクレイオスは、アラブ人の主権が確立したと指摘した。そしてヘラクレイオスは、自分と同じくらい知識の豊富なローマの友人に手紙を書いた。そして、ヘラクレイオスはホムスへ向かった。シリアの町に行き、友人から手紙の返事を受け取るまでそこに留まりました。友人は、預言者、彼に平安と祝福あれの出現と彼が預言者であるという事実について彼の意見に同意しました。そこでヘラクレイオスは、ビザンチンのすべての首長をホムスの宮殿に集まるように招きました。彼らが集まると、彼は宮殿のすべての扉を閉めるように命じました。それから彼は出てきて言いました。ああ、ビザンチン人よ。もし成功を望み、正しい導きを求め、帝国を維持したいのであれば、この預言者に忠誠を誓いなさい。つまり、イスラム教を受け入れなさい。ヘラクレイオスの意見を聞いて、人々はオナ川のように宮殿の門に向かって走りましたが、扉が閉まっているのに気づきました。ヘラクレイオスは彼らがイスラム教を憎んでいることに気づき、彼らがイスラム教を受け入れる望みを失ったとき、彼らを謁見に戻すように命じました。彼らが戻ったとき、彼は言いました。すでに、それはあなたの信念の強さを試すためだけのことであり、私はそれを見ました。人々は彼の前にひれ伏し、彼に満足しました。これがヘラクレイオスの物語、彼の信仰に関連しての終わりでした。ハディースの説明。この偉大なハディースの中で、アブー、スフヤーン、神のご加護がありますようには、
イスラム教に改宗する前のこと、クライシュ族の集団とレバント地方で貿易旅行をしていた時、アブー・スフヤーンがクライシュ族から出発するキャラバンと貿易の長、ローマ王ヘラクレイオスは、彼に会いたいと彼に頼みました。預言者、神が彼に祝福を与え、平和を与えてくださいますようにとの間に休戦が成立した期間中、ヒジュラ歴6年、フダイビア条約の後にクライシュ族の異教徒と戦った。フダイビアは、ヒジュラ歴6年にあった井戸の名前である。メッカの近く、ジェッタの旧街道沿い約20キロの地点で、イスラム教徒と多神教徒は10年間の戦争に同意していた。アブ・スフヤーンとその仲間は、イリアと呼ばれていたエルサレムの長でヘラクレイオスと会い、彼は彼らをキリスト教の学者に囲まれた評議会に招き入れた。そして国家の偉人たちを招き入れ、つまり彼らを自分の近くに連れてきて、彼の通訳に送った。ある言語から別の言語に音声を伝える人、神です。もう一人は通訳が言いました。あなたたちのうち預言者であると主張するこの男に血統的に最も近いのは誰ですか？彼が言っているのは神の使徒のことである。神が彼に祝福と平安を与えられますように。ヘラクレイオスの質問から彼は王の慣例に従い、彼の知らせを確認し、彼についての知識を増やしたかったことがわかります。アブー・スフヤーンはこう答えた。私は血統上彼らと最も近い存在であり、それが起こったのです。バヌ、ハシム族とバヌ、ウマイヤ族は同じ起源を持ついとこ同士だからです。ヘラクレイオスはロマ人に、アブ、スフヤーンを彼の近くに連れてきて、彼の席に近づけ、預言者、神の祝福と平安あれについて尋ねるように命じた。彼は仲間を近くに連れてきて、アブ、スフヤーンの後ろに立たせ、こう言った。通訳、彼らにこう言いなさい。私はこの男にムハンマドについて尋ねるつもりです。もし彼が私について嘘をついたら、嘘をついたと非難します。意味、彼が嘘をついているなら、彼を恥じることなく、否定することについて黙っていなさい。そうすれば、彼は自分の言葉に真実を求め、真実だけを証言するでしょう。アブー、スフヤーンは、もし自分の国で彼について嘘が語られ、そのことで国民から非難されることを恥じていなかったら、ハディースで彼について嘘をつき、彼のことを神の教えに反する形で描写していただろうと神に誓った。現実に、多神教と不信仰は、人々を真実と公平から遠ざけ、宗教や信仰と異なる人々に対して公平さを欠く。そして公平さはどうなるのか。彼らの中には、定来の性質からそうする者もいる。彼らが話すのを嫌がるのは、同胞の間で非難され、嘘をついていると非難されるのを恐れているからである。これはアラブ人の間に残っている良い特徴の一つであり、この点ではアブ、スフヤーンの場合がそうである。ハディース。彼が最初に尋ねたことは、あなたたちの中でムハンマドの血統はどうなっていますかでした。彼は答えた。彼は高貴な家系のものです。それから彼は尋ねた。彼が現れる前に、アラブ人の中に自分が預言者であると主張した者はいたか。彼は答えました。いいえ、彼以前に預言者であると主張した人は誰もいませんでした。そこで彼は尋ねた。彼の父親の誰かが王国を継承したのか。彼は答えた。いいえ。それからイエスは彼に尋ねました。彼に従うのは主人や指導者たちでしょうか？それとも貧しい人々、若者、困窮している人々でしょうか？彼は答えた。むしろ、彼の信奉者のほとんどは弱いのです。彼は尋ねました。増えているのか、減っているのか？彼は答えた。むしろ、彼らは増加し、その数は増えるでしょう。彼は尋ねた。彼らの中に不満から彼の宗教から離れる者がいるだろうか。つまり、イスラム教に対する憎悪、嫌悪からでしょうか。彼は答えた。いいえ。彼は尋ねました。彼が預言者であると主張する前に、あなたは彼が嘘をついていると非難しましたか。彼は答えた。いいえ。彼は彼に尋ねました。彼は裏切って契約を破るでしょうか。彼は答えた。いいえ。しかし我々は、期間つまり10年間の一時的休戦、つまりフダイビア条約の中にいるのです。その間に彼が何をするか、忠誠心を持つか裏切り者になるかはわかりません。彼は、預言者、神の祝福と平安あれがこの契約を裏切るかもしれないとヘラクレイオスに思わせたかったのです。だからこそ彼はこう言ったのです。これ以外に彼を批判する言葉は見つからなかった。つまり、彼は自分の答えで預言者、神の祝福と平安あれを批判するつもりだったのです。ヘラクレイオスは彼に尋ねた。彼と戦ったのか？彼は答えました。はい。彼は彼に尋ねた。彼との戦いはどうだった？彼はこう言った。我々と彼の間の戦争は、シジャル、つまり転換だ。1ターンは私たちのターン。1ターンは彼のターンです。時には彼が私たちに勝ち、時には私たちが彼に勝ちます。彼は尋ねました。彼はあなたに何を命じているのですか？彼は答えた。彼は言った。神のみを崇拝し、
神と何事も結びつけず、父祖の言うことを捨てよ。彼は我々に祈り、誠実であり、貞潔であるよう命じている。つまり、禁じられたことや騎士道に反するあらゆることを避けることである。神は私たちに血縁関係を維持し、特に親族や一般の人々に対して親切にするよう命じており、そこにはあらゆる種類の正義が含まれています。ヘラクレイオスがアブ、スフヤーンに質問した後、彼はこの預言者についての真実を明らかにするすべての質問の理由と参考文献を説明し始めた。ヘラクレイオスは彼にムハンマドの血統について尋ねたことを告げ、彼はその中の一人であると述べた。血統であり、従って死者は血統と血統の中で最も高貴な人々の中から神によって選ばれます。なぜなら、高貴な血統を持つ者は偽りから遠く離れており、人々は彼に従う可能性が高くなるからです。そして彼は尋ねた。あなたたちの中で、以前にこんなことを言った人はいますか？彼はそれを否定したので、私は言いました。もし彼より前に誰かがこれを言っていたなら、私は彼が別の義預言者の例に従ったと思ったでしょう。そして彼は尋ねた。彼の先祖の中に王はいたのですか？あなたはそうではないと言ったので、私はこう言いました。もし彼の父親の一人が王であったなら、私はこう言ったでしょう。男は自分のために父親の王国を回復しようとしているが、彼は王の息子の一人ではないので、彼は疑われるだろう。そして彼は尋ねました。彼が言ったことを言う前に、あなたは彼が嘘をついていると非難しましたか？彼はそれを否定しました。なぜなら、彼が人々に嘘をつき続け、神に嘘をつき続けたであろうことを私は知っているからです。なぜなら、神について嘘をつくことは最も凶悪で重大な犯罪だからです。そして彼は尋ねた。民衆の高貴な者たちが彼に従ったのか、それとも弱い者たちが彼に従ったのか。彼は、彼らの弱い者たちが彼に従ったと述べました。そして、彼らの伝記から知られているように、彼らは使徒の追随者です。これは、貴族は自分たちと同じようなものを前に出すことを嫌がり、弱者は嫌がらないので、急いで服従し、真実に従うからです。ほとんどの場合、これが当てはまります。そうでなければ、彼の宗教の最も偉大な貴族、例えばアブー、バクル、アルシッディーク、ウマル、イブン、アルハッタブ、ハムザなどが彼に先立って預言者に従いました。神が彼に祝福と平安を与えられますように。そして彼は尋ねました。それらは増えているのか、それとも減っているのか。彼は、彼らが増加し、信仰も完了するまで増加し、彼らの増加は預言の正当性の証拠であると述べました。なぜなら、彼らは真理が日々更新され、毎日グループが真理に入っていくのを見ているからです。そこで彼は尋ねた。彼らの中に、宗教に入った後に不満から離れていく者がいるか。彼はそれを否定した。ヘラクレイオスは、これが信仰の状態であるのは、明るさが心と混ざり合うとき、つまり、信仰の優しさがそれを信じる人々の心と混ざり合うときである、と彼に教えた。彼は決してそこを離れません。そして彼は尋ねた。彼は裏切るのか？彼はそれを否定したが、人たちは裏切らない。なぜなら、裏切りは、預言者は言うまでもなく、最も優れた人々でさえも犯さない欠点だからです。そこで彼は尋ねた。彼はあなたに何をするように命じているのですか？先ほども述べましたが、神はあなた方に神のみを崇拝し、神と何かを結びつけないように命じ、偶像を崇拝することを禁じています。偶像の複数形とは、石や木などでできた、体を持つすべてのもののことです。人間のイメージとして、神はあなた方に祈り、誠実であり、貞潔であるよう命じておられます。そしてヘラクレイオスは、もしアブー、スフヤーンが彼に言ったことが真実であるならば、この男は真の預言者であり、レバント、つまりヘラクレイオスの王国であるエルサレムの地を統治するだろうとアブー、スフヤーンに告げた。そして彼は言った。彼が出てくることは知っていましたが、彼があなた方の一人だとは思っていませんでした。もし私がそうだったら、つまり、私が彼に連絡を取れば、私は彼に連絡を取るだろうと分かっていました。私は手間をかけて、彼に会うために、つまり、わざわざ彼の元へ出かけて行って、彼と一緒にいたら彼の足を洗っただろう、という意味です。敬意と名誉と奉仕から、彼は外見通りの人物であり、この件を遂行する人物のイメージを抱くために、命令に対する服従と遵守を誇張したかったのかもしれない。ヘラクレイオスは、神の使徒、神の祝福と平安あれの手紙を求めました。それは、リヒア、アル、カルビがブスラの偉大な人物、その首長であったアル、ハリス、イブン、アビ、シャマール、アル、ガッサニに送った手紙でした。ブスラの偉人はそれをヘラクレイオスに送ったので、彼はそれを読みました。そこにはこう書かれていました。慈悲深く慈愛深き神の名において、神のしもべであり使徒であるムハンマドから、偉大な人ヘラクレイオスへ、ローマ人から尊敬されている導きに従う人々に平安あれ。これは異教徒に話しかける際の挨拶の一種です。
さて、私はあなた方にイスラムの呼びかけ、つまり神が命じた呼びかけに応じるよう呼びかけます。従えばあなた方は安全です。この世では戦争とジズヤから逃れ、来世では火から逃れる。従えば安全だというこの言葉は、簡潔さ、雄弁さ、意味の集約の究極です。アッターがあなたに二度報いられますように。一度は預言者イエスを信じたため、そしてもう一度はイスラム教のためだ。もしあなたが背を向けるなら、あなたには、アリウス派の罪、つまり農民、あなたの追随者、そしてあなたの親民の罪が課せられる。一般の人々、彼は彼らと全能の神の宗教の間に立ったのです。はじめ中経典の民よ、私たちとあなた方との間に公平な言葉をもたらしてください。終わり中つまり、私たちはみんな、その言葉において平等である。なぜなら、コーラン、トーラー、そして聖書の3つの書物がこれに同意しているからです。はじめ中我々はアッター以外のものを崇拝せず、アッターに何も拝せず、アッター以外のものを主としない。もし彼らが背を向けるなら、我々がムスリムであると証言してくれ、と言いなさい。終わり中つまり、証拠はあなた方に義務を負わせるなら、私たちはムスリムだがあなた方はそうではないと認め、あなた方はアッターの至高なる神を信じないものだと認めなさい。アブー、スフヤーンは言った。ヘラクレイオスがそう言ったとき、彼は本を読み終えると非常に騒ぎ踊り自粛なり、おしゃべりと口論です。声が上がり、私たちは彼の集会から退場させられました。アブ、スフヤーンは仲間に言いました。イブン、アビ、カブシャの問題は大きくなりました。つまり、私たちがムハンマドが私たちに話しかけるときに嘲笑と侮辱で呼んでいた彼の地位が、大きくなったということです。このニックネームを持つ彼は偉大になったので、私たちはこう言います。これは天から語るイブン、アビ、カブシャだ。アブ、カブシャは彼のヤブであり、彼の名前はある、ハリス、ビン、アブドゥル、ウッツァです。バヌ、アルアスファルの王は彼を恐れている。彼の地位が高まり、ローマ王が彼を恐れ、彼の美徳と預言者としての資質を認めるまでになった。そしてアブー、スフヤーンは、神が彼の心にイスラム教を植え付け、彼をイスラム教へと導くまで、預言者、神の祝福と平安あれが近い将来に勝利し、彼の宗教が広まることを確信したと語った。イブン、エルサレムの首長であり、ヘラクレイオスの友人で、レバント地方のキリスト教の指導者であったナットルは、ヘラクレイオスがアエリアに到着した時、彼は不機嫌になり、不安になり、心配になったと語っていた。彼の族長の中には、つまり、彼の指揮官や顧問たちは彼にこう言った。我々はそれが奇妙だと気づいた。あなたの外見、顔の変化に気づきました。それはあなたが何らかの心理的な問題を抱えていることを示しています。イブン、ナットルはこう言った。ヘラクレイオスは占い師だった。彼は星を見て、未来や現在に何が起こるかを推測するのに星を使ったと主張した。占い師とは、聖術師の司祭のことである。それで彼はこう言った。彼らが彼に尋ねたとき、私は言った。今夜、星を見ていると、割礼の王が現れたのが分かりました。つまり、私は星を見て、割礼をする国の王が現れたことを知りました。では、この国から割礼を施すのは誰でしょうか。彼らは言いました。割礼をするのはユダヤ人だけなので、彼らのことを心配する必要はありません。彼らには国家も権力もないから、王国の諸都市に彼らの中のユダヤ人を殺すようにと手紙を書いてください。もし彼らを恐れるなら、彼らを根絶してください。彼らが自分たちの状況に混乱している間、ヘラクレイオスは、ガッサーンの王、アディ、ビン、ハティムが、神の使と、神の祝福と平安あれの知らせを彼に伝えた。彼は言った。我々の中に、自分は預言者だと主張する男が出てきた。何人かがそれに従った。彼と他の人々は彼に反対した。ヘラクレイオスがそれについて尋ねると、彼は言った。言って、彼が割礼を受けているかどうか見なさい。か否か。つまり、ヘラクレイオスが彼を前に連れてきて、預言者であると主張したこの男の物語について尋ねたとき、彼は、彼が割礼を受けているかどうかを調べるように命じたということです。彼らは、彼が割礼を受けているのを見つけたと告げた。彼はアラブ人について尋ねた。彼らは割礼をすると答えた。彼は自分が見たのはアラブ人だと分かった。ヘラクレイオスは言った。この国の王が現れたのだ。私が星に見たものは、割礼を行う国の王、つまりアラブ人が現れたことを意味します。この土地に、そして彼らの国家がこれらすべての国を征服するだろうと、ヘラクレイオスは友人に手紙を書きました。ローマ、つまり現在のイタリアの首都ローマで、彼は知識において彼と同等であり、ヘラクレイオスはホムスに到着するとすぐに、ローマの友人、ローマ司教から手紙が届き、預言者の出現に関するヘラクレイオスの意見に同意し、イエスが預言した預言者はヘラクレイオスであると書いてあった。ヘラクレイオスは国家の指導者たちに、ホムスの大宮殿で会議が開かれると発表した。彼らに重要な演説をするために、
彼はドアを閉めるように命じた。つまり、彼は特別な棟に入り、ドアを閉めて、一番高い、バルコニーから彼らを眺めたのだ。建物の一部に立っていった。ローマ人よ、あなたたちは成功を望み、勝利、栄誉、指導を望みますか？それは信仰、言葉、行いにおいて真実を達成し、あなたたちの王国を確立するためです。それがあなたにとって残り、永続するように、もしそれを望むなら、イスラム教についてムハンマドと契約を結びなさい。そして彼らは野生のロバのように襲いかかった。というのは、彼らは野生のロバのように反乱を起こし、扉を襲撃し、彼を殺そうとしたが、扉が閉まっていることに気づいたという意味です。ヘラクレイオスは、イスラム教に対する彼らの嫌悪と暴力的な反抗を見て、彼らの信仰に絶望し、彼らが従わないことを知ったとき、彼らは彼に従い、彼の王国は消え去るでしょう。彼は退却していった。彼らを私のところへ連れ戻せ。つまり、兵士たちに言った。彼らを私から連れ戻すか、私の評議会に返して外に出さないようにしろ。彼は兵士たちに言った。私が、以前と言ったのは、つまり、以前という意味で、あなたの宗教への忠実さ、それへの固執の強さ、そして彼に対するあなたの弁護の強さを試すためでした。そこで彼らは、ペルシャ人の慣習に従って彼にひれ伏した。これがヘラクレイオスの事件の終わりであり、彼の物語と、神の使徒、神が彼に祝福と平安を与えられますようにの手紙に関する彼の立場の終わりであった。信仰に関すること。それ以外では、その後、ムタとタブークのために軍隊を準備すること、イスラム教徒と戦うこと、不信仰のままでいることなど、いくつかの出来事が彼に起こりました。ハディースには、イスラームの原則とその呼びかけの原則が数多く述べられています。預言者の多くの特質が述べられています。神は彼に祝福を与え、彼に平安を与えられますように。そして、これはトラーと福音書に書かれています。ヘラクレイオスは、大の書物から引用したと述べた。トーラーには、預言者としての彼の印として、次のようなものがあります。それは、イスラームへの呼びかけを異教徒に書き送ること、手紙を受け取った相手に親切にすること、そして、相手に適切でふさわしい感謝の気持ちを伝えることなどです。イスラム法の限界を超えること。それは次のことを含む、経典の民がイスラム教に改宗した場合、彼は二つの報酬を受ける。それは次のことを含む、私たちの預言者ムハンマドの真実性、神が彼に祝福を与え、彼に平安を与えてくださいますように、そして平和と彼に祝福あれ、それは経典の民に確かな知識を持って知られており、彼らの中でそれを放棄した者たちだけが、頑固さや嫉妬、あるいはこの世での地位を失うことへの恐れなどから、それへの信仰を放棄したのである。そして、そこには、すべての国と人々の間で嘘をつくことの醜さ、そして敵が彼は敵に嘘をつくことはないと信じられています。それは避けるべきです。それは、従われ、耳を傾けられる指導者は、不信仰の罪と、彼と同じことをして彼に従う者の罪を負うことになる。同様に、誤った導きの原因となったり、導きを妨げる者も罪を負うことになる、というものです。